試が終わってから入職するまで、この期間に一番大切なことはです。皆さんこんにちは、看護師のしきです。国家試験お疲れ様でした。皆さんどうでしたか？やっと終わりましたね。当日まで緊張とか不安とかいっぱいになったと思いますが、乗り越えたこと、すごいことだと思います。本当にお疲れ様でした。ここからは学生最後の春休みということで、たくさん楽しいことをしてくださいね。4月までね、約1ヶ月。この期間は長いようで、卒業式だったり、合格発表だったり、あと引っ越しの準備がある方もいますよね。なので、あっという間に過ぎちゃうんです。以前の生配信で国試が終わってから入職までこの期間どう過ごせばいいのというご質問を受けたので、今日はですね、国試が終わってから入職までやっておいた方がいいこと3つをご紹介したいと思います。ではまず1つ目。皆さんが気になることは勉強した方がいいのということだと思うんです。その答えはですね、イエスです。勉強はした方がいいですね。大きな理由としては、就職してからだと国試勉強と違って勉強の時間が取りづらくなるんです。まず働いてからは疲れます。初めての職場ということで新しい環境、あと初めて出会う人たち、もう最初は行くだけでもすごく緊張しちゃって疲れちゃうと思うんです。私が最初一番大変だったことは、看護師の見分けがつきませんでした。もうみんなマスクで、あと髪は長かったらアップで、短いとだいたい肩につかないこの辺じゃないですか。なのですごく似ていて、あれこの先輩昨日教えてくれた人だっけとか、あれ前にもこの先輩と同じ話したかもみたいなことが起きてました。慣れるとまたちゃんと覚えられるんですけど、最初はですね、緊張もあってなかなか覚えられませんでしたね。最初は研修とか見学になるんですけど、やっぱり初めての場所だから緊張するのか、帰るともうすぐに寝ちゃいましたね。もう最初の方は朝遅刻しないで出勤すること、これを目標にしてましたね。もうそれだけできれば最初は OK だと思いますよ。で、実際ですね、勤務が始まったら勉強することっていうのは多いんですよ。正式とかケアだったりとか、あと点滴とか薬の勉強、あと患者さんの疾患の勉強、あと起用歴、患者さんは他の疾患も持っていることが多いので、疾患の勉強だったりとか、結構範囲が広いんです。国試勉強や今までの学校の勉強と違うことは、範囲に限らずいろんなことを勉強しなきゃいけないんですよね。例えば看護技術のテストがあったら、前の日にテストの範囲を勉強して、テスト当日はそのね、範囲をやるじゃないんですか。そういうことじゃなくて、一気にやらなきゃいけないことが増えるんです。だから勉強したつもりでも次の日また違うことを聞かれたりとか、じゃあそこを勉強しようと思ったらまた次の日勉強しなきゃいけないことが増えたりとか、どんどん範囲は広がっていく感じですね。私が結構最初大変だったのは薬の勉強ですね。もう例えば朝だけでも10個以上飲む患者さんとかいらっしゃるんですね。で、薬の本ってなんかいっぱい書いてあるじゃないですか。これに効く、これに効く、これに効くとか、副作用はこれ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 っていっぱいあって、読み方がわからなくて、この薬は一体何なんだろうって調べてたら時間が過ぎてっていうこともありましたね。実は慣れてくると薬の種類っていうのは結構診療科ごとに特徴とかもあったりすると思うので、大変なのは最初だけであることをお伝えしますね。薬を勉強するポイントとしては、疾患と結びつけると何のために飲んでるのかなというのが分かりやすいので、また新人看護師さんの勉強の方法とかも動画にしようと思っているので、リクエストがあったらぜひコメント欄に書いてくださいね。
働き始めて最初の方はなかなかまとまって勉強な時間が取れないんですね。なので今のうちに勉強しておいた方がいいことは、もし所属する診療科が決まってたら、その診療科でよくある疾患など勉強できたら一番いいんですけど、結構ギリギリなんですよね、発表。就職してから発表ということも多いので、そういう場合は例えばケアですね、正式とか陰線とか、あと薬だと 6R とかダブルチェックするので 6R と、あと点滴の摘果数の計算、採血、どこの血管を採血するかとか手順とか、そのあたりのどの診療科でも使いそうなところを勉強することをお勧めしますね。ただ国試勉強みたくがっつりというよりは、家にいる時に持っている参考書を読んだりとか、確認程度で大丈夫だと思います。国試勉強で基礎となるベースの知識はついてますし、あと病院ごとに結構ルールが違かったりするんですよね。使うものもその病院ごとによって違うと思うので、働き始めたらそのやり方で毎日やったりするので、どんどん慣れることはできます。なので、やれたらもちろんいいんですけど、この時期やりたいこともたくさんあると思うので、もう確認とかで大丈夫だと思いますよ。国試勉強と違うことは、必ず暗記しなきゃいけないっていうわけではないんです。もちろん覚えられたらいいんですけど、働いていくうちにどんどん覚えていくこともできますし、あと違うところは答えが一つではないこと。患者さんの疾患によってこれは注意しなきゃいけないよねっていうことも違いますし、また飲んでる薬によってこれも注意しなきゃいけないよねっていうことで、人それぞれ違うんです。働いてからもその都度勉強して知識をつけていくこともできるので、この時期自分のペースでできる勉強をしてみてくださいね。次2つ目、この時期にやっておいた方がいいことは新生活の準備です。先ほどお話ししたんですけど、4月になると結構仕事でいっぱいいっぱいになって疲れて帰ってきて寝ちゃうっていうことも多いんですね。なので特に一人暮らしの人はできるだけこの時期に準備しておくことをお勧めしますね。引っ越しの時期もあるので結構皆さんギリギリになっちゃうと思うんですけど、この時期から何を買おうかなとか何を持ってこうかなとか、そういうのを少しずつ準備できるといいですね。新人さんは最初は基本的には平日出勤が多くなると思います。平日出勤で研修したりとか、あとはシャドーイングといってその病棟の先輩についていって、その病棟の看護師さんの動きとかを見たりしますね。で、平日勤務って当たり前なんですけど5連勤なので、なかなかこれが疲れちゃうんですよね。土曜日とか日曜日はもう午前中とかは寝てたりとか、なかなか起きれなかったり、あと勉強しなきゃいけないことがあったりとか、あと友達とね、気分転換に遊びに行ったりとか、そんな感じでお休みの日はあっという間に過ぎたりするので、できるだけ家の準備を進めていくことをお勧めしますね。あと私はですね、結構食料を買い込んでました。もう帰ってきてどっかにスーパーに行くとかいうのが大変だったので、帰りに寄るか、もうそういう元気もない時は家でもうすぐ食べられるもの、冷凍食品とか買ってましたね。先ほど新人さんは平日勤務が多いというお話をしたんですけど、土日はスタッフが減るので、まずはたくさん人数がいる平日でお仕事を覚えて、そしたら土日勤務になります。患者さんが増えた場合でも対応できるかなっていうのを土日でまた少しずつ慣れていって、そこから夜勤が始まります。夜勤の始まる時期は結構病院によっても違くて、5月からっていうところもあれば、夏、秋、あと3月っていうところもあるので、病院それぞれのようですね。私はですね、5月からだったんですよ。もうあっという間で、最初はすごく緊張しました。今でも覚えているのが、心電図のモニターってちょっと動いてもアラーム鳴ったりするんですね。それが心電図がまだちょっと勉強不足だったので、異常のアラームか寝てゴロゴロっとしてちょっと外れちゃって鳴ったアラームなのかが分かんなくて、もうすごくドキドキして先輩に報告に行ったりしてましたね。心電図に関しては動画を作ってるので、ぜひこちらの動画も参考にしてください。
何が異常か何が経過観察かとか、やっぱりそういうのもあらかじめ知っておくと自分も安心ですし、緊急の時にすぐ行動できるようになるので、勉強はやっぱりそういう意味でもしておいた方がいいなっていうのはあるので、これから勉強動画もどんどん作っていきますね。あと最後に一番大切なこと、3つ目は思いっきり遊んでください。国試勉強で本当皆さん頑張ってたので、いろいろね我慢してたこともたくさんあると思うんです。なので今までやれなかった分、いろんなことをやってみてください。あとですね、お友達ともぜひたくさん遊んでください。働き始めるとなかなかお友達と日程を合わせるのが大変だったりとか、あと働く場所によってお友達と離れてしまうということもあると思うので、いっぱい遊べるのもこの時期ならではなのかなっていうのは思います。ね、旅行とか遠くに行ってみたり、あと我慢してた漫画をたくさん読むとか、アニメをたくさん見るとか、もう本当にいろんな好きなことにね時間使えるといいですよね。働き始めると今の時期のようにまとまって休みっていうのはなかなか難しくなっちゃうんですね。看護師の1ヶ月のスケジュールというところでお話ししたんですが、長い休みをないわけではないです。例えば夜勤明けとお休みとかを重ねて連休にしてみたりとかもできますし、夏休みももちろんあります。なので連休がないわけではないんですけど、このようにまとまって自由な時間があるっていうのは学生生活最後この時期なので、自分の興味あることをたくさんやってみたりとか、あと逆に今までやってこなかったこととか、新しいことに挑戦するっていうこともおすすめしますね。ワクワクすることたくさんできるといいですよね。私はですね、この時期卒業旅行でサイパンに行ってスキューバダイビングの免許っていうのに挑戦してみましたよ。なかなかスキューバダイビングとかもね、免許取るのお金かかったりするんですけど、サイパンだとちょっと安かったりするので、なので思い切ってやってみたらすごく楽しかったですよ。春休みにやった一番の思い出ですね。皆さんもたくさん楽しいことしてくださいね。これからですね、私のチャンネルでは新人看護師さん向けの動画をたくさん出していこうと思っているので、見逃したくないという方はぜひチャンネル登録してくださいね。コメントもお待ちしておりますよ。これからですね、また仕事大丈夫かなって心配になることもあるかと思うんですけど、まずはこの時期、思いっきり春休み遊んでくださいね。皆さんがたくさん楽しい思い出ができますように応援してますよ。それでは今日の動画は以上になります。この動画が役に立ったよという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ですね、私 SNS は Twitter、インスタ、TikTok やっておりますので、そちらもフォローしてくださいね。TikTok はなんと先日フォロワーさんがですね、1万人を超えました。ありがとうございます。また YouTube と違った内容とかを投稿する予定なので TikTok もチェックしててくださいね。皆さん春休みたくさん楽しんでくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。